こんにちは、しおしです。今回は基本的な浮かせや埋め込みのやり方を紹介します。バグではなく複数選択モードを使った方法になります。だいぶ前にセット機能で浮かせや埋め込みの方法を紹介したんですが、私が原神を休止している間にこの仕様が変わったので、今回は改めて現バージョンでのやり方を紹介します。全動画に質問コメントいっぱいあったんですが回答できずに申し訳ないです。では早速実際にやっていきましょう。まずは複数選択モードの説明です。調度品を複数選択しセットができる機能です。選択のやり方は個別で追加する方法と範囲選択があります。この範囲選択はバー 4.3 で追加されたシステムです。このように一括選択できます。スマートフォンでも長押しと範囲をドラッグすることで簡単にできます。では先に浮かせのやり方を解説していきます。まずは何でもいいので2つ以上の調度品をセットにします。選択したらセット作成を押してください。これでこの調度品はセット化されました。動かす際は必ずセット編集を押してください。押さないと調度品単体だけ移動してしまいます。では早速浮かせてみます。浮かせたい高さに垂直移動可能な地形を配置します。地形に浮かせたい調度品を載せます。その後セット編集を押します。そのまま地形から離すと浮かせることができます。これが基本的な複数選択モードを使った調度品の浮かせ方です。次に埋め込みの説明です。埋め込みをする場合はこの黄色い円に注目してください。見えてはいませんが、この黄色い円の中心に10点があると考えてください。この10点が地形に乗れば OK という仕様になっています。実際に調度品自体は地形に乗っていませんが、10点が乗っているので配置された判定になっています。この仕組みを理解した上で埋め込みを行っていきます。最初に埋め込みたい調度品に浮き板などの浮かせられる地形を重ねます。この場合、一番上の箱より下を埋めたいので、高さをこの辺に配置します。埋め込みは最初に説明した黄色円の中心を意識してください。中心を地形に乗せる感覚で配置しましょう。セットが乗った後は埋め込みたい調度品だけ一旦地面に下ろします。下ろした後にセット編集を押します。そのまま地形からセットごと下ろします。埋め込みの範囲を変えたい場合は、この調度品を地面から取り出して、また先ほどと同じ操作をします。これで完了です。最終的に置きたい場所が決まったら、不要な調度品は収納して大丈夫です。ただし、セットを解除した後に場所移動しようとすると、埋め込んだ調度品は初期位置に戻ってしまいます。置きたい位置を決めるまでは解除しない方がいいです。浮かせの場合も同様です。大きな調度品を浮かせたい場合、浮かせをする際に対象の調度品を地形に乗せないと操作ができません。そのため、こういった建物の場合は乗り切れる範囲分の地形を並べる必要があります。非常にめんどくさいです。仮に並べきれたとしても、この浮き台の高さが浮かせの最低値になってしまいます。これより
浮かせる高さを低くしたい場合に適用できません。そこで、このアイテムを使ってください。どっちでも大丈夫です。これは、おそらくバグなんですが、このアイテムを浮き台のそばに置くだけで、はみ出した部分もカバーできます。原理は、わかりません。とりあえず、このやり方を活用してみましょう。実際にやってみます。載せることができたので、セット編集を押します。そのまま移動させると、浮かせることに成功しました。この方法を使うと、低い位置も簡単に浮かせられます。板1枚分の微妙な高さでも、このように浮かせることができます。同じ建物を並べると、ほんの少しだけ高さが変わっていることがわかります。ただし、なぜか稲妻の建物調度品にはこのバグが適用されません。しんどい。現時点でこの板が最低値なんですが、これよりももっと低い位置で浮かせたい場合は、セット化で土台を作りましょう。個人的にこのブロックがやりやすいので、今回はこれを使用します。何でもいいので、ブロックと一緒に調度品をセット化します。浮き板で土台の高さを調整します。あとはセットを浮き板に乗せてブロックだけ下ろします。この後、セット編集を押して、セットごと地面に下ろします。これで土台ができました。この土台を使えば、ほんのわずかな高低差を出すことも可能です。実際にやってみます。並べると差がわかります。また、埋め込み用の土台にも使えます。以上が私がよく利用している複数選択モードのやり方でした。あくまで基本的なやり方の紹介になったので、後日作品を作る際にどう活用しているか紹介する動画を投稿予定です。興味ある方はぜひ見てください。良ければチャンネル登録や高評価いただけると大変励みになります。今回も見てくれてありがとうございました。